いつも Diva モッド関連でお世話になっております。あずきさんと申します。今回はダウンロードしたり自分で作ったりしたモッドのモジュールが特定の PV で使った時に崩れて表示されたり強制終了したりしてしまう現象の改善方法と補足説明の動画です。今回の動画では参考として初音ミクヘアにスイムウェア B ヘアのポニーテールを移植したものを使用しています。試しにこの髪型を使って実際に動作を見てみましょう。モジュール選択画面や通常の PV ではこのように問題なく使用できますが、エディットモードで作成された PV で使用すると髪が大きく乱れたり、場合によってはゲームが強制終了してしまいます。この現象が発生する原因は、一般的な PV では髪などの揺れ物が物理演算で動作するのに対して、通常歩き、手を振るなどの事前に用意された多数あるモーションを組み合わせて作成されたエディット PV では、揺れ物に対するデータが存在しないと、その部分が正しく動作させられないことにあります。そこで、今回の動画では、まず最初に揺れ物に対するデータ、お下げプレイデータの作成方法から説明させていただきます。OPD の作成には、2つのモッドが必要になります。1つ目は、MM プラスのデバッグモードを起動するためのモッドです。こちらは、Discord のプロジェクト Diva モディングセカンドサーバーで配布されていますので、このサーバーに参加してください。参加して各チャンネルにアクセスできるようになりましたら、右上の検索欄に MM プラスデバッグ V3.0 と入力してモッドをダウンロードし、モッツフォルダへと回答してください。次に必要なモッドはミッシングエディットモーションズです。こちらは過去の Diva シリーズには収録されていたけれど、MM プラスでは不要なため削除されたエディットデータ用のモーションを復活させるモッドです。モッド配布サイト、ゲームバナナよりダウンロードできますので、ダウンロードしてモッツフォルダへと回答してください。なお、こちらのファイルが回答すると、2つのフォルダが展開されますが、ミッシングエディットモーションズは、通常プレイ時に使用するモッドで、フォークリエイティングお下げプレイデータは、OPD を作成するときにだけ使用するモッドです。それぞれのモッドをモッツフォルダに回答しましたら、デバッグとフォークリエイティングお下げプレイデータのモッドを有効にし、ミッシングエディットモーションズは無効にしておいてください。それでは、OPD の作成に移ります。まずはゲームを起動してください。タイトル画面以降の画面まで進みましたら、キーボードの F5 キーを押します。そうするとデバッグモードに遷移できます。出現したメニューでは、データテスト OPD を実行してください。お下げ再生データ作成メニューが表示されたら、モードをモジュール指定に変更し、下の初音ミクの部分で、対象のモジュールを選択後に追加ボタンを押します。作業対象モジュールの枠に表示されたモジュールが OPD の作成対象になります。まとめて作成したい場合は、複数のモジュールを追加してください。最後に OPDI を使うにチェックを入れてデータ作成開始ボタンを押すと OPD の作成が開始されます。完了するまでお待ちください。ステータスがフィニッシュになったら OPD の完成ですのでゲームを終了します。終了は Alt F4 など任意の方法で構いません。作成された OPD はゲームのインストールフォルダにある RAM フォルダの中にあります。お下げプレイデータというフォルダが作成されています。このフォルダを丸ごと切り取り、モジュールを入れているモッド内の ROM に入れてください。オブジェセットやスキンパラムと並ぶようにお下げプレイデータが置かれていれば OK です。
試しにゲームを起動して問題の発生していたモジュールをエディット PV で使用してみてください。問題が発生せずに PV を再生できたら作業完了です。お疲れ様でした。ここからは若干難易度高めの補足情報となります。実は髪型には形状によりツインテール、ロングヘア、ポニーテールなどの分類があるのですが、先ほどまでの作業ではこの分類を設定していないため、髪の揺れ方にも反映されていませんでした。そこでここからは髪型の分類を設定して OPD を作成する方法を説明いたします。まずはじめにお下げセッティングテキストを用意します。このファイルは以下のファイル内にありますので、これをコピーして作業しやすい場所に置いてください。お下げセッティングテキストの中身を簡単に説明しますと、前半のカテの行は髪型のカテゴリーの記述で、例えばカテ0はロングテイルアジットという髪型カテゴリーで、カテ1はロングヘアという髪型カテゴリーになります。カテ行の最下部にあるカテレングス=10は、このファイルで定義されている髪型カテゴリーが10個あるという個数を示した記述です。次に、その下のオブジェの行は、各髪型がどの髪型カテゴリーであるかという記述です。例えば、赤枠内のオブジェ0は、弱音拍の標準の髪型がロングテイル C という髪型カテゴリーであるという記述です。その少し下のカテ10ならば、メグリネルかスイムウェア P の髪型がポニーテールという髪型カテゴリーであるという記述になります。最下部にあるオブジェレングスは、カテレングスの時と同様に、このファイル内でいくつのオブジェが定義されているかの個数を示した記述です。それでは作業に移ります。スキンパラムフォルダの中に新規テキストファイルを作成し、ファイル名をモッドお下げセッティングテキストとしてください。このファイルの中にカテとオブジェを書き込んでいきます。次に、お下げセッティングテキストを参考に、作成したい髪がどの髪型カテゴリーになっているかを調べます。今回の例では、初音ミクヘアにスイムウェア B ヘアのポニーテール部分を移植していますので、該当する髪型カテゴリーは、ロングテイルとポニーテールの2つです。ロングテイルはカテ4、ポニーテールはカテ8ですので、それぞれの行をコピーして、モッドお下げセッティングテキストに貼り付けてください。そうしましたら、このようにひとまとめにします。ボーンの移植などを行っていない既存のカテゴリーそのままで使用する場合は、コピペして、カテの数字を0にするだけで構いません。最下部にカテレングス=1も追記しておきます。その下にはオブジェを追記します。髪型カテゴリー名とオブジェクト名を記述したオブジェの行を追記し、その下にオブジェレングス=1も追記します。今回の動画の例ですと、こうなります。これで下準備は終わりましたので、改めてゲームを起動して、デバッグモードより OPD を作成してください。作成されたお下げプレイデータフォルダをモジュールを入れているモッド内のロムに入れれば作業完了です。モッドお下げセッティングテキストを用意する前に作成した OPD は不要ですので、事前に削除するなり、上書きするなりして構いません。For Creating お下げプレイデータモッドを無効にして、ミッシングエディットモーションズモッドは有効に変更し、ゲーム内で動作に問題がないことを確認してください。ちなみに、OPD の作成のために用意したモッドお下げセッティングテキストは、エディット PV ではない通常の PV での紙の挙動も良くなりますので、削除せずにそのまま置いておいてください。最後にテキストームでの比較動画を流しておきます。お疲れ様でした。